こんにちは、ロックンクローラーズです。今回はクロス RC の8分の1スケールのね、81クローラーの紹介になります。EMO X3 というですね、スケールクローラーの、走行レビューですね。開封レビューは、前回行っておりますので、合わせてチェックしていただければと思います。EMO X3 ということでね、これ8分の1スケールの3作目になります。2作目の X2 はチェロキーボディでしたよね。そちらもね、レビューしてますね。チェロキーもかっこよかったんですけれども、こっちの X3 もですね、これは後ろにですね、こういうトーイングシステムがついていてですね、レスキュー車という一応コンセプトのマシンになっています。アメリカのね、80年代の、オフ車のキャブ部分のね、ボディ、かっこいいですよね。タイガーってなんか名前が一応ついています。デカールもね、RTR なので貼られて、出荷されています。現在ね、これ 50% の再生速度でお届けしているんですが、やっぱりですね、ちょっと 100% の速度だとですね、ちょっと、速いかな。動画見るとね、やっぱ速いなって思ったんで 50% にしてます。このスローモーションのね、編集テクニックは、ラジコンの場合ね、特にクローラーの場合結構、いろんな方やってますよね。僕もね、大体の動画 50% とかでお届けしてるんですが、後でね、100% こんな感じだよっていうのもお届けします。8分の1スケールってことで遊べるフィールド結構やっぱ増えますよ。こんなね、大きな玉石の部分とかもね、ポータルアクセルもあるんですけれども、ぐいぐいですね、走れる場所が増えますよね。でっかいマシンならね、なおさら。特にスケールクローラーとしてのトレイルシーンではね、なおさら増えます。これ逆にロッククローリングになると、やっぱこの大きさがですね、デメリットにはなったりするんですが、こういうですね、トレイルシーンはね、10分の1より8分の1の方がね、断然楽しいです。迫力もあるしね、タイヤもでかいですしね、難なくですね、クリアできる場所がいっぱいあるので、非常にですね、楽しいですね。で、思ったよりもですね、これトップヘビーではないです。後ろのね、システム、このトーイングのシステム結構重そうに見えるんですが、もしかしたらこれチェロキーボディよりもなんか軽く感じるかも。なので、キャブの部分はね、ありますけれども、なんか全体的に、低重心な感じはしました。チェロキーよりも。かっこいいよね、やっぱね。よいしょと。これね、いいね。こう、今のシーンとか本当燃えますよね。完全なフルノーマル仕様で今走らせています。バッテリーは3セルのリポバッテリーを使っていますね。2セルでももちろんいいんですが、3セルの方がやっぱいいかな。このサイズ感だとね。ある程度ね、やっぱパワーも必要ですからね。ただしですね、これは EMO X2 とも共通するんですが、ついているですね、ESC。これはですね、ちょっとクローリングとかそういったシーンではですね、ちょっと物足りなさを感じる部分が僕はあります。パワーはもちろんある ESC なんですね。ホビーウィングの880デュアルってやつですね。なんですが、ドラッグブレーキのね、効き具合ですとか、そういった意味でちょっと物足りないので、僕は ESC は交換しようかなと思っています。その辺のね、ESC 交換した動画とかもですね、X2 の方でね、やってますので、チェックしてみてください。このマシンにはですね、デフロックの制御ですとか、2スピードミッションの制御とか、そういったいわゆるですね、高規格な RC クローラーの、ギミックがね、搭載されています。ですのでね、結構ね、速く走ることも前提に、作られているので、やはりですね、ギア比がね、高いんですね。ギア比が高いってことはですね、やはりこう低速運行が苦手なんですよね。ドラッグブレーキの効き目も悪くなるということでですね、その辺のコンセプトはちゃんと理解しておいた方がいいかと思います。
そしてここからですね、ここからは 100% の再生速度の動画をね、ちょっとお届けします。そう、結構ね、こんな感じです。プロポで、結構ね、ゆっくりスロットル握ってるんですけれども、やっぱり3セル使ってるっていうのもありますし、ハイギア、ローギアのね、切り替えでも速度もちろん変わってくるんですけれども、あんまりこの低速でのクローリング、スケール、トレーラーとしての動きっていうのはちょっと苦手かな。やっぱりギア比、あと、プロポのね、応答速度とかももしかしたらあるのかもしれない。モーターはね、560で、まあそんなに、あれかな、3セルじゃないや、3スロットのモーターなんですけれども、まあそこはあんま関係ないかな。やっぱり ESC なんじゃないかなと思います。100% でね、走らせてると、まあこのぐらいのですね、感じで、遊んでるというイメージですね。まあ、もちろんね、そのスピードコントロールをうまくね、制御できる、その指のね、微妙なね、引き具合とかあると思うんで、その辺ね、プロポによってね、変わってくるんで、慣れてくればですね、もっとね、制御できるかと思うんですが、やはりですね、ドラッグブレーキが、あんまりこう、効きづらいということもあって、坂道とかだとね、じわじわ下るとかですね、そういうのが難しい。じわじわ登るはできるんですけど、じわじわ下るがですね、やっぱりね、できないんですよね。そこはやっぱ ESC 交換の、重要なポイントかもしれないですね。とはいえですね、やはりこの大きなマシン、そしてね、これタイヤもなかなか良くてですね、走破性はかなり高いです。ということで、ここからはですね、このマシンの本領発揮のシーンをちょっとお届けします。ただし、ちょっとした注意点もあります。まず、こちらのトーイングサービスタイガーにですね、レスキューの依頼が舞い込みました。どうやらかなり奥地でですね、遊んでいたマシンがですね、スタックしてしまったとのことで、今、駆けつけているところですね。このね、タイガー、どんな悪路でもね、進んじゃいますので、基本的にどんな依頼でもね、断ることはないとのことです。ぐい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 進んでいきます。そうするとですね、やっとですね、見えてきました、奥に。何やらね、ブルーのマシンがちらっと今見えましたね。こちらはですね、SCX-103 ベースキャンプにバンキッシュ VS410 オリジンのボディを搭載したマシンです。フロントがですね、完全にですね、スタックしても身動き取れません。ということでね、バックでですね、つけて、このフックをですね、ウィンチをね、下げてですね、フックを引っ掛けて、吊り上げて、救出というスタイルを取りました。で、これはプロポでですね、巻き上げが可能です。結構なゆっくりな速度ですけれどもね。で、このトーイングの場所はですね、アームの部分は動かないです。完全にこのウィンチの巻き取りだけですね。なので、ちょっとね、この重量バランスとかの、点でちょっと難ありな部分はあります。特にこのトーイングされる側のラジコンがですね、重量がかなりある場合、あと、タイヤがですね、デフロックされていたり、あとギア比がね、低い場合は、ほら、こんな風にですね、もうタイヤ引きずるしかなくなっちゃうんですよね。なので、これ、リアもね、フリーになるような、2WD 切り替えみたいなね、そういうマシンだといいかな。あとは、トーイングされる側のマシンもね、プロポでね、スロットルちょっと握ってあげるとかね、そういうのがないと、ちょっとリアリティがないかもしれない。ということでですね、レスキューが終わりました。ということでね、彼はすごくはしゃいで、ギュンギュン走ってますね。今ですね、これ3セルリポの全速力ですね、ハイギアにして、走っています。ローギアだとね、半分ぐらいの速度かな。多分ギア比的に。でもハイギアだとね、かなり速いです。デフもね、オープンに制御、プロポでね、切り替えてですね、
遊ぶとですね、結構高速で旋回してもちゃんとねこけない。この辺は TRX オートだと同じような感覚だと思います。やっぱりこういうコンセプトのマシンですので、やっぱギア比の設定とかもあってですね、その ESC 含めその低速走行でじわ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 クローリングするっていうタイプではないって感じですね。でその辺をね踏まえて、購入すればですね非常に楽しいんじゃないかなと思います。もちろんカスタムでねどうにでもなりますけどね、こちらの製品ね OBL ホビーで日本のね正規品として販売していますので、気になる方はね OBL ホビーさんのホームページチェックしてみてください。それでは。